皆さんこんにちは。ドクター BMH こと西田渉です。4ヶ月ぶりでございます。第1作から4ヶ月も経ってしまいました。申し訳ございません。はい。いよいよ BMH もナンバー2、ナンバー3と進んでいきたいと思います。今日のテーマは、ベーシックの歴史でございます。ヒストリーですね。歴史。何事も歴史っていうのはとても大切です。医学でもそう。コンピューターサイエンスでもそうですけれども、やっぱり歴史を勉強することで、今までの先人たちが辿った道を辿りながら、なぜ今現在があるのか、誰のおかげで今があるのか、そういうことを勉強するのは、どんな分野でもとっても大切だと、ドクター BMH は考えております。ということで、今日は BMH がこれからお届けするアントベーシックの基本となったこのベーシック言語というものについて簡単に歴史についてご紹介したいと思います。このベーシック言語の生みの親はここにいらっしゃいますジョン・ケメニー教授でございます。ジョン・ケメニー教授ですね。ジョン・ケメニー。ダートマス大学コンピューターサイエンスのプロフェッサーですけれども、当時、このジョン・ケメニー教授が作られた言語で、この先生は自分の愛車にこのベーシックっていうですね、ナンバープレートまで付けられるぐらい、このベーシック言語を愛されて育てられた偉大なる先生でございます。で、この先生は、ダートマス大学の学生たちに対して、すべての学生たちに、every student に、have access to a computer ということで、すべての学生がコンピューターに触ることができる。操作することができる。そしてあわよくば、プログラミングの楽しさ、素晴らしさも知ってほしい。そういう思いで作られたのがこのベーシック言語ということになります。ベーシックはダートマス大学で誕生したんですけれども、ジョン・ケメニー教授はこのベーシックを B は beginners、A は all purpose、S は symbolic、I は instruction、C は codeということで、初心者に向けたプログラミングの記述言語ということで、このベーシックは誕生いたしました。誕生したのは、今から、半世紀近く前の1964年でございます。1964年5月1日、朝4時ですよ。朝4時ですよ。朝4時。みんなが寝てる最中に、この TSS、タイムシェアリングシステム、TSS、タイムシェアリングシステム。当時のコンピューターは非常に貴重でしたので、大学にも1台か2台しかなかった。それぐらい貴重な計算機資源でしたので、1人が1台使うことなんてもう夢のまた夢。しかしその貴重な資源を多くの人で同時に使うようにするために、この TSS っていうのが生み出されて、タイムシェアリングシステム。このタイムシェアリングシステム上で、1964年5月1日朝4時にこのベーシックが産声を上げたということになります。これが、その3年後、1967年にジョン・ケメニー教授が書かれたベーシックプログラミングという、その名前の通りのベーシックの解説書ですけれども、この中に詳しく、ベーシックを使った計算機プログラムが記述されています。で、この本を読みながら学生さんたちは、このタイムシェアリングシステムを使って、コンピューターにベーシック言語を入力して、そしてその出力を楽しんだということになります。これは、ベーシックの50周年記念を記念して、米国のダートマス大学のホームページに作られたベーシック50というホームページであります。ぜひこのアドレスから読んでみていただければと思うんですけども、Basic at 50、ベーシック50歳おめでとうというホームページでございます。このホームページの冒頭を飾るのが先ほどのジョン・ケメニー教授。そしてダートマス大学の学生さんたちがジョン・ケメニー教授の講義を聞いてるシーンですけれども、これに注目してください。皆さん、これ。ね。これは、見たことないですよね。若い人たちは。これは、もう今見ることがありませんけれども、これの名前は TTY。略して TTY。テレタイプライターと言います。テレタイプライターを TTY と言うんですけれども、これは当時のコンピューターの端末には、ターミナルには、モニターなかったんです。液晶はない。CRT、カソードレイチューブもない。
キーボードについてたのはなんと、プリンターでございます。プリンター。唯一の出力デバイス、プリンター。だから打ち込んだら、ダダダダダ。ダダダダダということで、プログラミングを入力するときには、画面でなくて、紙のプリンター用紙を見ながら、プログラムを入力して、そしてデバッグしていったの。だから、ワンラインエディターというのが今でもありますけれども、一行エディターが必要だっていうのは、この当時はプリンターを使いながらプログラムを入力してたということが分かれば、なぜ、ユニックスのツールの中にワンラインエディター ED というのが未だに存在するのか、その意味はご理解いただけるんではないかと思います。で、これは当時のダートマス大学のコンピュータールームだそうですけども、大きな空調が効いたコンピュータールームに大きな巨大なコンピューターが鎮座して、貴重なコンピューターに加えて、先ほどのテレタイプライターがつながって、オペレーターがここから様々なプログラムやデータを入力して、この大学でも1台2台しかないコンピューター資源を使って計算を、処理を行ってたわけです。そしてその一方で、学生たちは回線でつながったテレタイプライター、この巨大なコンピューターにつながったテレタイプライターを使って、先ほどのジョン・ケメニ教授が表したこういったベーシックプログラミングという本とかを読みながら、記載されたプログラムを入力しながら、プリンターに出力しながら、コンピュータープログラミングの勉強をしてたわけですね。ですから、昼休みにはこの出力された、この長いトイレットペーパーのように長い出力されたプログラムや実行結果を見ながら、俺のコードいけてるだろうみたいな形でですね、当時の学生さんたちが、この紙を見ながら、もうコンピューターもない、ラップトップもない、タブレットもない時代です。ただ紙ですよ。紙のプログラムや出力結果を見て、コンピューターサイエンスの学生さんたちは、楽しく談義してたというのが1960年の昔なんですね。今から50年前、半世紀前の話です。それから十数年経つと、1974年、ホビースト向けなんですけれども、アルタイヤ8800。世界で初めてのコンピューターキットが、ホビースト向けに発表されました。これも非常に歴史的なエポックメイキングな出来事で、世界で初めて一人のパーソナル、個人がコンピューターキットですけれども、キットを購入して、ハンダ付けして LSI を組み上げることで、自分一人のコンピューターを実現できる。そういう夢のような時代が1974年にやってきたということになります。そして、それから時は48年、また半世紀経ちました。48年半世紀経つと、ついに我らがラズベリーパイ400、2020年、$70 デスクトップ PC ということで$70のデスクトップ PC。本当にパーソナルなコンピューター。エブリワン。子供でも買える値段。子供でも買える$70のパーソナルコンピューターが2020年、ようやくこの地球上に誕生したんですよね。これで私は初めてパーソナルコンピューター。一人一台のコンピューター。大人はもちろん子供でも自分のコンピューターを持つことができる。それが2020年に2020に実現したという、私はとても大切な年になるんじゃないかなと私は思います。そして私はこのラズベリーパイ400に先ほどのジョン・ケメニー教授が作成されたこのベーシックの哲学、精神をもう一度このラズベリーパイ上で蘇らそうということで、2022年、アントベーシックというものをドクター BMH 作りました。頑張りました。この子供さんでも使えるパソコンで楽しめる新しい時代のベーシックということで、アリさんのような小さなベーシックではありますけれども、このアントベーシックには様々な機能が設けられておりまして、50年前のジョン・ケメニー教授のベーシックにはなかった2022年ラズベリーパイだからこそできる面白い命令も組み込んで皆さんをベアメタルハッキングの世界にお招きしようと考えておる次第でございます。ということで続きは See you in the next video ということで、これは日本の招き猫ジャパニーズ
インバイティングキャットと言います。福を招く、ハッピーを招くという猫でございます。この猫ちゃんと一緒に皆さんの次回第3回目お待ちしております。